いやどうなんでしょう T さん。はいはいはい。今回もゼータブロストーク始まるわけなんですけれども、もう第8回ですか。第8回にふさわしいゲストご用意しておりますから。おう人間ですかこれ？シルエットキャラの方ね、下の方シルエット人間なんですけどこれシルエットいじりもちょっとなんかネタがなくなってきてるなんでだよ毎回同じことしか言ってない。いや毎回なんか、いや正直シルエットバケモンが多かったんで、クッパとかなんか久しぶりに人間の形をしているなと。確かになんかでもえらいちょっと肩がごついというか。ごつい、まあラグビー部なのかな。いやベジータベジータではないかなネタないんだよなここいじり。まあ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 普通に言ってよくねえかもう第8回になると。これはハブスですね。あ、サムス、あ、確かにサムスに見えるわ。キャラクターに見えますね。サムスって言えばね、まあいろんなプレイヤーいますから。はいはいはい。ガクトの部屋ということはこう日本人プレイヤー。まあ日本人っすよね。結構その多種多様なサムスプレイヤーがいっぱい、ね、はい、ちょっと僕が知ってる限りでもいっぱいいるなと。まあでもやっぱりゼータブロストークサムスの中でも今一番ホットなプレイヤー、まあ、用意せざるを得んでしょう。そりゃあね、今最も熱い、もうあちあちです。呼んできちゃいました。呼んできちゃいました。そろそろまあ準備もできていたようなので、はい、ゲストの方お呼びいたしましょう。ゲストはこの方です。ヤウラさんです。よろしくお願いします。来たー。一番いい汗きた。熱い男一番熱い男ヤウラさん来ていただきました。ヤウラさんですね、ちょっと CEO お疲れ様でした。そうね、まあまだそう忙しい体質スケジュールで出ていただいてっていうところでもある。まあ本来なら1日前で1日休める予定やったんですけど、まあ全然そう今、まあ、先週ですね CEO2023 という大会で、はい、見事、3位入賞を抑えましたヤウラさんに来ていただきました。本日よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、ということで、まあ、そのヤウラさんなんですけれども、所属チーム、年齢、使ってるキャラ簡単によろしくお願いします。お願いします。はい、広島チーム戦所属、年齢は今年で22からです。22。若いね。ほうそれで使ってるキャラが、まあ、やっぱ1人1個じゃないんですよね。まあ、サムス、ダークサムス。これなんですよ。使ってます。これ、ダッシュファイター使いのずるいところ、これ。2キャラ使ってますよみたいな、こういう感じを言えるっていう。でもなんかいまだにそのサムスとダークサムスの違いをよく分かってない。まあよく分かってないね、僕たちも。なんでまあ今回こういうのでいっぱい紐解いて教えていただきたいなって思うんですけど。語り出したら止まらない。期待してる。そんなにあるの？はあ、まあじゃあ気分で変えてるイメージが。まあ確かになんか気分なんかね、1戦目サムス、2戦目ダークサムスみたいなよく見るけどな、サムス。あ、そう。あれは多分気分ですよ。あ、気分なの？本当にあれ気分なんだ。本来はちゃんとこいつにはこうってのは決まってんだ。一本でいってないやつは多分ほぼ気分から。なるほど。それ本当に気分だった。まあそんな、まあヤウラさんなんですけど、さっき今年22って、まあ、おっしゃったんですけど、若いっすね、はい、だいぶ。ねえ。まあ界隈ではでも結構。まあ界隈では、まあ一応20歳超えたら中堅みたいな、中堅ぐらいの年齢にはなってるみたいな。そう。でも最近はでも特に若者の活躍が、ね、目覚ましいというか。まあそうね。まあ、ヤウラさん負けてられないというかね。そうね、まあ僕らおじですから。おじですから。まあヤウラさんは結構どんぐらいからなんだろう、世間に認知され始めたというか、いつぐらいから出てきたかな。正直そのコロナ前とかはあまり認知されてないプレイヤーだったのかなと思うんですけど、やっぱコロナ以降結構爆発的にすごい、まあ、スマブラコミュニティの中で広く知れ渡られたみたいな、そういう印象はあるんですけど、自分的にはなんかどんぐらいから、あれ俺ってもしかして有名じゃねみたいな、なんか思いました。いやらしいことかもっとまあ認知され始めたタイミングとかっすよね。はい、そうっす、そうだな。まあやっぱあれかな、前スマオフラインの、招待制のアコーラくんがあそこに僕もいて、もっと前、そうね、俺たちはなんかもっと前からヤウラさんのこと結構知ってた気するけど、あそこがターニングポイントかも俺の中ではないが。そうね、本人はヤウラさん的にはもうそこだったんだ。そうなんだ。そ
こじゃないですかね。はあ、あれって2020年の何月 ?21 年だっけ、22年だったっけぐらいの2022年。2年か。2年。2年か。いや、でもそれより前から割と有名だったけど、はい。結構、なんか、運が悪いことがちょっと多々あって、最初のマイスマトップ初めての大型大会の時も、何回戦だったかな ?3 回戦ぐらいで裏に落ちちゃって。それはめちゃめちゃ強い人と当たった？ライムマンさん。ライムマンさん。ゼロスーツサムスが結構個人的にきつくて、サムス。なるほど。そうなんだ。はい。ですぐ裏落ちちゃって、なんか裏大爆走して、最終4位やったんですけど、そこで多分1回も配信台にならなかった。なるほど。早めにルーザーズに行っちゃったからって。配信台に恵まれない系か。なるほどね。だからなんかこう、ね。裏でなんか、わちゃわちゃやってるけど、なんか表立ってはないみたいな。プレイヤーには割と認知はされていたけど、こうね、観戦する人から取ったら配信台に乗らねえから、あれみたいな、なんか、なるほど、そういうギャップもあったのか。初めてかがり火行った時も、またゼロサムに表で落とされて。本当に時は、そう、その時は敷居さんに落とされて、で、また裏7連勝だかして、何位だったかな ?9 位だった。9位。すごい。9位で初めて配信台乗せてもらったんですよ。バナムさんとの。なるほど。でもその試合、ボッコボコにされたんで、結局なんかあんまり騒がれることもなく、配信台で勝ってこそみたいなところあるからな。そうね。そうね、コメント欄でも言われてて、昔はそのね、トウラ選手っていうサムスカもいて、トウラヤウラの、区別があまりついてないみたいな、なんかそういうこととかもあったんですけど、今はそんなことないもんね、全然。どうなんでしょうね。いや、最近はあんまり見かけないというか。そう、トウラ選手はトウラ選手、ヤウラ選手はヤウラ選手っていうカッコのね、もう地位にいますから、そう、結構、もう、割と、もうだいぶ有名というかね、もうこの人いなくては、なんだ、スマブラなんだみたいな感じではあるプレイヤーにはなったと思うんですけど、ずっと勝ってるもんね。そうね。で負けてるなと思ったら、なんかピクオリだったり、キャラクター的にやっぱ無理なんだみたいな。そうですね、なんかどちらかと言ったら、そうですね、キャラに悩まされてる感じが、なるほど。どうしても。はあ、でも、T さ、ヤウラさんを初めて認知したタイミングみたいなのってある？いや、マジで本当に申し訳ないんだけど、本当にもうヤウラとウラの区別つかない代表人間だったんで。そう、お前がそうだったの？俺がもうそのコメント欄にいるような、どっちだみたいな。しかも実際合ってるのに区別つかなくて。合ってんのにかよ。いや、この前なんかね、そのフリーしたなと思ったら、ヤウラさんだったり。あの時ヤウラさんじゃなかったのかみたいな。お前。俺ちょっと人の顔を覚えるのマジで苦手で。そこで俺苦労してたわ。そんな選手代表やってたヤウラとウラ区別つかない選手代表。もう今はそんなことないもんね。今はそんなことない。そう。最初になんかヤウラさんと会ったタイミングみたいなのっていつとかわかる？最初に会ったのマジで直近のかがり火とかっすよね。この前のかがりだよね。この前のかがり火で割とファーストコンタクトではある。いや、そう、初めて話したレベルだと思う。そうなんだ。それまではその梅村 SP9 この1月の、あそこでトウラさんがトップ8入ってトップ8の控え室で話して、そこでようやくトウラさんの顔を認識してまずその作業から始めてんだ。そうで、もうトウラさんの顔じゃない人はヤウラさんだってそこでなった。ヤウラさんが後なんだ。じゃあいっぱいおることになりそう。そう話したことなかったから、そんな感じだな。なるほど。マジでそのコロナ禍というか、ずっとプレイだけ見てる感じだったらマジどっちか区別つかなくて、最近本当に認識した。じゃあもう本当に最近なんだな。T がなんかヤウラさんは共通の知り合い、なんか白雪くんがお互いなんかヤウラさんと仲良くて俺と仲良くみたいな、ヤウラさんの話をその白雪系で
聞いてたりはしたんだけど、うん、まあ、話したのはこの前のかがり火で。はい、なるほどね。まあ俺はね、矢浦さんを知ったタイミングというか認識したタイミングはどっかのタミスマで戦った時ですかね。僕その時負けたんですけど、なんかうわなんか強いサムスの人いるなって思って、なんかすげえ悔しかった覚えがあるんですよ。どっかのタミスマか忘れちゃったんですけど、なんかそこで初めて、まあ、矢浦さんと戦ったのかな。それがもうファーストコンタクトで、もうそっからなんかあれオフにもすごい出てきたぞみたいな、すごい関東の大会とかでめっちゃ結果残してるじゃんみたいな、そんな感じでもうこの人が矢浦さんかと。じゃあ時戦って強いって思ったのは俺は間違いじゃなかったんだなっていうのメイがそう僕は結構ね昔から知ってましたけどみたいな肩組んでる状態ですね。肩っつうか腕こうやって。でも俺この前ガクトさんからフォロー来たの最近っす。いやなんかちょっとなんかいざこざあるぞ。いやそれは言わないでくださいよ。いや違う違う、俺あんまツイッターそんなに見なくて、そのいや CEO で矢浦さんが出るんだって言って矢浦さんのツイッター見たろ。そしたらフォローしてなくてフォローしてねえんだって思ってフォロー返した。そうそれだけいやでもなんか苦しい言い訳のような。いや CEO 始まるまで矢浦さんのツイッター行かなかったの？いやだって俺あんまツイッター見ないのいやでもねツイッターフォローしたら DM が矢浦さんから届いてたのを知ったんすよ。届いてるじゃねえかよ。そういや届いてたんですよ。前に確かやったそう2021年6月10日に矢浦さんから DM が来てて、対戦のなんかあれでそうみたいな、タミスマチャンピオンシップだ。チャンピオンシップで当たったダークサムス使いのものです。先ほどはタイヤリでしたって。ステージのなんかややこしいルールで、なんか勝ったステージは出しちゃいけないみたいな、はい、そういうあれでなんか多分俺が同じステージ出しちゃったのかな。なるほど。そうね、これでなんかすいません3戦目のステージ選択ってDM 来てたんですけど、ちょっとツイッター見てなくて。そうだ、俺あれ帰ってこないからやばい俺嫌われたかなみたいな思ってましたよ。すいません見てないだけなんです。いやすいません2年後に気づきました。そんな DM が来てることに。そうですね。そんなことも。そうだから2021年の6月のタミスマチャンピオンシップでね、僕が矢浦さん戦って認知したっていう感じなんですけど、まあ僕らはそんななれそうですけど、矢浦さん的には何かあります？僕らのことをこう知ったタイミングというかね、なんかあるんですか？T さんはマジでかがり火が最初っすね。本当に本当に。ガクトさんは最初の僕の大型大会の遠征マイスマトップ、ヒカルさんが優勝した回かな。あれか。確かその時に戦った。そうだな。あの時戦った。あの時ですね、最初は。なるほど。そうだ、そこでももう戦ってたのか。あの時って2020年じゃないか。いつだったかな。タミスマチャンピオンシップの後ではない。なんだろう、忘れちゃったけど、まあでもそこら辺ですよね。2021年とか。そこら辺ですね。そうか。そういえば戦ってたわ。なるほど。まあそこで俺たちは出会ったと。やってるってこと？やってた。やってましたね。なるほど。その時なんか印象ありました？なんかこいつなんだみたいな。なんだったかな。なんかガクトさんのステージ拒否が聞こえなくてめっちゃ聞き返した記憶がある。いやなんかすいませんでした。そうだっけ。マジかよ。ろくでもない記憶しかないかもしれない。すげえどうでもいいこと覚えられてたわ。すげえ恥ずかしいこと覚えられてたわ。なるほど、すいません。ちょっと僕声小さくて。いや全然もう僕もないでそんな。T とはなんかかがり火とかでなんか話したん？当たりたくねえよみたいなのが言われた。そういうまあ強いからね。まあそうね。まあ確かにそう考えてみれば俺らはあまりスマブラ以外のことを話していない。やっぱりその話す時って大会で当たった時とかなんで。俺に関してはその合計1分も話してない。そうそんなレベルで。まあそうね、大会中ね、まだ後とかあるからね。そこでなんかべちゃべちゃ喋るようなことはないよな。
もマジ強くて、なんかそういう緊張が解けなくてさ、はあ、はあ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 、最後まで。まあ確かにそうね。まあ印象とか言いますか。いや僕はね、その矢浦さんの印象はね、すごい冷静なプレイヤーというか寡黙なプレイヤーかなっていう、まあ、印象が受けて、あんまりなんかカメラとか、まあね、大会とかで映ってるんですけど、そんなに喜怒哀楽が激しくないというかなんか本当にギリギリの試合勝ってもスンみたいな感じじゃないですか、やらさって。そうね。脳内イメージ結構喜んでるつもりなんですけど、あ、そう。なんかあんまりあれで動かんというかあんまり口角が上がっていないというか、もちろん嬉しいですよね、勝って。それはもちろん。そうなんかこう、よかった、嬉しい、よかった、よかった。そう劇場にこうシャーみたいな感じではない。なんかフルセットだと、フルセットのギリの試合とかだったらあるかな。いや俺ね、なんかフルセットのギリの試合で矢浦さんが勝ってスンってしてるのをね見たんですよ。いや思ったよりあなた喜んでないよ、そんなに顔にそんな出てない。そうか。もう矢浦さん的にはもうシャーってつもりだったんだ、それが。いやじゃあガクトさんの参考にしますわ。お願いします骨折ポップオフしますね。みんなね、結構みんなポップオフしてる中、矢浦さんだけスン。まあそうね、そんな感じ。結構みんな喜んでるよ。うん、結構ねもっと喜んでいいと思う。T はなんか矢浦さんに対しての第一印象みたいなのってある？第一印象、いや、これ言っていいのか分かんないんだけど、いやなんかあんまりネガティブなことはやめてくれよ。シスキーいるじゃん。はい。シスキーにずっとなんかキレてるなみたいな。そうなのツイッターでね。そうなの？いやあれそうだよね。まあそうね。そうだ、切れてるの事実なの？ウェビのこする様を見てめちゃめちゃキレてる人みたいな。あれはブラウザバックしました。やっぱそのサムス使いが見てもちょっと汚いというか良くない行動だった。何シスキガチアンチなの、矢浦さんは？いやそんなことないですよ。そうではない。ただそこでウェビーみたいな感じでしょ。そうなんだろう。だから分かる、まあ分かる、言わんとしてることは。自分の動きと全然違うから、それそうなんだ。自分の思い描いてる行動と違くてみたいな。はあ、はあはあ、そうその行動してるけどなんか勝ってるから。ああなるほど。なんでこの行動して勝ってるし、なんで止められねえんだよと。なるほど。それはなんか納得いかなくて怒ってる。でも実際その BOBC とかでシスキーとフリーもやりましたよ、ちゃんと。最近ね、海外とかで会ってんのか。いやもうずっともになりました。もう今仲良しだから。仲良しっす。マジでね、シスキーもいいやつだからね。なんかちょろいなこの人。なんかね、リアルであったら好きだよみたいな。そのシスキーに嘘ついてないよね。まだウェビー怒ってないよね。いや怒ってないです。今も認めてると。認めてますよ、もちろん。そこでウェビーする理由とか聞いてきた？ちゃんと。いや聞いてないっす。じゃあまだシスキーはもうずっとまだなるほど。ちょうどこれはもうシスキーと矢浦さん徹底討論するしかないな。実は矢浦さん怒っていたっていう。いややめてください、ちょっとこれは。結構ツイッターで大々的に言ってたからちょっと記憶に残っちゃってた。なるほどね。T はそれが強い印象が残ってると。はあ。でも最初シスキーと会った時、なんか最初言われたのは、俺の顔分からなかったって言われましたよ。まあ結構ね、そのアジア人って割とあっちから見たら結構顔が一緒みたいな、なんかそういう扱いされるから割と顔が分からないはある。そうまあでももう今はずっともだからね、顔分かんなかったけども今もう認識するから。ズブズブ。でも歴史的和解がね。歴史は和解、別に喧嘩してたわけではないとか。なるほど、ね。丸く収まってよかったね。そうね。はあ。まあじゃあ今印象って出たけど、まあ、矢浦さんのじゃあちょっとシスキーの第一印象聞きたいな。
なんかあったじゃんこの前シスキー。その時の印象。そう、その時どんな人だったシスキーって。なんかでもオーラがあった。オーラが大物シスキー。すごい整ってるっていうか。はあ。でもあいつめちゃめちゃいいやつでしょ。いいやつですね。わかるよ。なるほどね。俺もずっともだからね。あ、そう、お前もずっとも。俺はちょっとシスキーと話したことがないから。あいつマジ面白いから一回話してみてほしい。あ、そうなの。へえ、まあよかった。なんかやっぱ矢浦さんってね、まあ本当海外大会で行ったのが BOBC が初めて。 BOBC 初めてです。だから割と結構海外とかに馴染めない人がやっぱ日本人の中でもやっぱいたりするので、結構矢浦さんはね順応できてなんか良かったなって個人的にすごい思うんですけど。確かになんか友達とか交流できずに終わるみたいなのも珍しくないからな。こう CEO の時は現地でもうみんな優しくて、あつだけコミュニティあったかかったです。なるほど。なんかどうだった、まあ BOBC を踏まえて海外のトーナメントを経験した感想。海外シーンを急激に摂取したわけだけどそうどうでしたみたいな。確かに気になるね。どうだろうな。でも言い方悪いかもしれないですけど、ある程度のラインまではマジで手癖でいけるというか、今回だったら24ぐらいまで本当に手癖で24まで。すごいな。すごいな。マジか。違うんですよ。そのあなたが強すぎるんですよ。それは。あ、そうね。はあ。割となんかあっちのこうサムス対策がどうだったみたいなのを聞きたい。やっぱりでもその場上がりが多いかな。あれ崖すぐ選択しちゃう。はい。なるほど。まあサムスにとってね。そうなんか動きがパターン化してるというか。そうですか。この場面できたら絶対これするなみたいな。多かった。なるほど。まあ割とねそういう立ち回りって結構サムスにとってはやりやすかったりしますよね。まあやりやすいっすね。なるほどな。じゃあなんか結構アメリカとかそっちのトーナメントの方が自分的には勝ちやすいって思います？まあ日本よりは。なるほど。日本よりは。なんか騒音問題的なあれは気になるのかな。そうね、そっち。あっちめちゃめちゃうるさいけど。そうですか。でも CEO とかめちゃめちゃなんか感性湧いてそうだったけどな。でもあんまり気にならなかった。そう強。なんか僕前は結構それ悩まされてたんですけど、クーロンの時とかももうそれで。なるほどね。クーロンの経験してたわ。そう、俺もそれちょっと適応しなきゃなって思って、クーロンの遠征もよく行ったりしたし、それこそなんか厳島も結構そんな感じだったんですけど、割と落ち着いてできて、今はそんなに気にならないのかな。なるほど。海外の騒音に適応するんだったらもうクーロンに行けと。そうですね。鍛えられてたんだな、日本の大会で。鍛えられてた。修行済みだ。へえ。割とあっちの方いいプレイしたら、それこそ歓声もこっちに味方ついてくれるというか。うおーと。はい。まあじゃあ別にそんなに悪い気分でも。なるほど。そこで味方を増やしていくと。いいな、主人公みたいで。矢倉さんサムスめちゃめちゃ花もあるしね。そうね。盛り上がりポイント多いと思うわ。結構ファンとかいたでしょ。 BOBC とかね CEO とかで矢浦超好きだお前みたいな。CEO 終わった後がやばかったですね。マジっすか？めっちゃ来ました。もうアイドルになっちゃった。2、30人ぐらい。俺たちの矢浦が遠い存在に。マジか。30人に囲まれた。すごいな。なんか歩いてもめっちゃ声かけられて。すごい。お前やばすぎみたいな。スーパーマンじゃん。そりゃ気持ちいいだろうな。いや気持ちよかったですね。確かにことアメリカだとそうかもしれないですね。やっぱアメリカ、サムス使いいるけど絶対的にすごい特筆してるサムス使いはやっぱアメリカちょっと少ないっていう印象があるんで。IC ミストぐらい。そうですね。IC ミストとかそこら辺。だからやっぱ矢浦さんぐらいがねバーンって出たらアメリカ人メロメロでしょそんなの。
なんか楽しかったなら良かったです。すごいCEO。海外大会はめちゃめちゃいい経験になると思うので、楽しんでもらえてよかったね。今後も海外大会出る予定とかあります？そうっすね。今行こうって思ってるのは、ビッグハウス。ああ、ビッグハウス。ビッグハウス。あれはちょっと行こうかなと思ってますね。あとはなんか招待が来ればみたいな。なるほど。まあいつでもウェルカムだと。一個聞いときたかったんだけど、はい。アメリカのご飯大丈夫だった？おお、アメリカ飯。結構そこ。結構日本食持ってきたんで、あんま食わなかったですけど、ハンバーガーとか別に食べてもそんな全然美味しかったです。おお。まあ割とね、アメリカの飯でダウンしちゃう人とかいるから。彼とかね、そう。3回目、4回目からちょっとね、わかんないよ。今はまだウキウキかもしれないけど。もう毎日ハンバーガー生活はね、来るものがあるよ。まあこれからね、多分招待とかね、多分絶対されると思うから、矢浦さんは。まあこれから結構海外大会にはお世話になるとは思うんだけど。あれだからビタミン剤ちゃんと持ってっときな。胃薬はちゃんと持ってきました。胃薬。ビタミン剤マジで重要。ビタミン剤か。重要。リストに追加しときます。しといてください。まあそんな矢浦さん CEO の話も聞けたところで、ゲストの掘り下げタイムいきますか。一問一答を毎回恒例ですね。僕らの恒例のね。僕らがですね、一問一答簡単な質問をいたしますので、それに簡単に簡潔に答えていただくっていうコーナーですね。はい。ということで、いいですか？じゃあ聞きたいことたくさんあったんで、はい。やっぱこれ矢浦さんの人となりを知るやつですから。まず最初、好きな食べ物は？チーズかな。グラタンとか。チーズ。なるほど。じゃあ次。逆に嫌いな食べ物。酸っぱいもの。酸っぱいもの。俺もパイナップルとかちょっと。パイナップル。なるほどね。じゃあ次、好きな選手。いっぱいいるけどやっぱりアバさんかな。アバさん。いいね。いいね。じゃあ次、倒すのに自信があるファイター。こいつには負けねってやつ。キングクルール。でもさ、キングクルール絶対負けないの強ない？まあ強いかも。なかなかそれ答えられるやついないぞ。あいつマジで弱いっすよ。マジで弱い。マジで弱い。マジで弱いっすよ。まあじゃあ逆に苦手なファイター。苦手30体ぐらいおる。30体。まあその中でも1位。1位。確かに。マックかな。マック。トルマック嫌だ。これキンクルめっちゃいけてマックめっちゃいけないんだ。これちょっと掘り下げる必要があるぞ。確かに。じゃあ次、これ気になる名前の由来は本名ですね。本名をちょっともじって、本名ヤウラじゃないですけど、もじって。なるほど。じゃあ次、使ってるファイターの好きなところ。サムスの。火力が高い。火力が高い1点。まあそうですね。なるほど。じゃあカズヤとか。カズヤ難しいから。簡単なんだサムスは。結構僕のキャラ決める基準として簡単で火力が高いキャラっていうのがあって、そういうことクラウドとかも簡単で火力が高い。キンクルも使ってたんですけど、あいつも一応簡単なキャラなんで。それが基準なんだ。簡単なのが確かに重要ではあるね。扱いきれないみたいなキャラは難しいからね。じゃあ使ってサムスのここをどうにかしてほしいっていう懸念点あったら教えてほしい。なかったらいいよ。弱かな。弱つなげてほしい。バね。あれね。あれ。そこやっぱ気にしてるんだ。いや、あれあったら僕 S って言いますよ、サムスを。なんか一周回ってみんな気にしないと思ってたけど、やっぱそうなんだ。まあそこだろう。あれ一番気になりますね。この曲は別にあんまりもう気にしてない。なるほど。結構抜けるよね、上スマとか。あれはもうこっちの当て方が悪いで結構割り切ってる。なるほど。じゃあ次、ライバルはズバリ誰？足も。だと思ったね。同郷足も。そうね。じゃあスマブラにおける目標や夢があったら教えてほしい。いや、大型大会優勝。そこに行き着くわな。そうか、なんか準優勝か。
まだ128人規模でしか優勝したことないんですよ。256とか500とかはまだで、そこを目指していきたいと。そこを目指してる。はあ、なるほど。じゃあ次、スマブラを始めたきっかけ。僕兄弟いて、兄が3人いるんですけど。兄が3人 ?3 人。はい。なんか物心ついた時からもうゲーム機とかがあって、それこそもう64とか。ありがちだね、兄弟持ち。なんで始めたタイミングはいつからかわかんないですけど、なんか気づいたらやってたみたいな。なるほどね。スマブラあった最初から。ありました。一応だから全世代やってる。全世代。やっぱ兄ちゃんべらぼうに強かった。強かったですね。そう。俺んとこもそうなんだよね。なるほどね。兄ちゃんパターンからスマブラまず兄ちゃんにボコられるから。そう。じゃあズバリキャラ愛ある？ありますよ。ある。一応メトロイド5作品ぐらいやってんだ。ことあります。めちゃめちゃやってる。へえ。じゃあまあ性能で選んだ面もあるけどキャラ愛でも選んだ面があると。サムスは選んだのは YB さんのダムスに憧れて入り口そこなんだ。入り口はここですね。なるほどね。一問一答こんな感じですね。いやまあちょっといろいろ聞きたいことが山ほどある。どれからいく？ちょっとどれからいこう。まあそうね。じゃあ好きな選手からちょっと聞きたいですね。好きな選手アバダンゴさんって言いましたけど、まあさっきね YB さんに憧れてサムスを使い始めたっていうのを言ってたんですけど、ただ好きな選手は別だと。アバさん。別っすね。それはまたなんで？僕 Wii U 持ってなくて、3DS でスマブラやってたんですけど、その時が高校生とかかな、高1とか。そんなんで携帯とか持ってなかったんですよ。そうだから YouTube でもう本当に終わり際で気づいたんですよ。なんかタミスマとかやってるみたいな。なるほど。知らなかった。それでなんかとりあえずスマブラって調べて一番上に出てきた人がアバさんで。そうなんです。スマブラって調べたら一番上にアバさん出てくるんだ。まあ出るでしょ当時出てきて、そこで動画とか見て、それこそなんか CEO でアバダンゴパックマン解禁されたシーンみたいな。なんでこんな盛り上がってんだろうって思いながら見てて。あの動画ね、歴史がね一応ねいっぱいあってね。一番はミュウツーかな。ミュウツー見て、なんだこの人かっけえなみたいな思って、そっからずっとしてますね、アバさんは。なるほど。いいな。昔からの好きな選手は今も変わらないっていうのが結構寄り道しちゃってたりする人もいるけど、そっから一途だね。そう一途に行くんだ。ですよ。いいな。俺ライバルちょっと掘り下げていい？ライバルどうぞ。ライバルアシモさん、やっぱ四国の同じところでっていう、俺はアシモさんから聞いた話でちょっとめっちゃ面白い話があって、アシモさんも多分ヤウラさんライバル視してて、当時全然ヤウラに勝てねえぞみたいな感じで出て、ヤウラさんに勝てないんだったら世界まだ早いなみたいな思ってたらしいね、アシモさん。聞いた。その話聞いたでしょ。で蓋を開けてみたらどっちも世界だったっていう。どっちもなんか四国で世界やってたっていう。そう、なんかめちゃめちゃ好きでこの話。僕がかがり火マイスマとか4位取った時に、なんかヤウラでここまでいけて俺いい勝負してたりするから、なんか俺もこんぐらいいけんじゃねえかみたいなって言ったみたいな。そうだから足尾さんを止めてたヤウラさんが。世界進出を。確かに意外とね世界狭いっていうちょっと興味深い話なんだよね。言ってたな。もし四国にスパーゴがいたらまあヤウラに勝てないんじゃまだ世界は早いなみたいな思うんじゃないかみたいな。なんかすごくお互いライバル視してなんかちょっとちっちゃいところで戦っているのがどっちも世界レベルだったみたいな。めちゃめちゃ好きなんだよこの話。これコメントにもあるな。足物世界進出を遅らせた男。そうそうなんだよ。いいなそれ。申し訳なし。足野さんも世界出たらやっぱヤウラもね例に漏れず世界だったと。なるほど。このねヤウラ世界編の話もねありますから。熱い話だ。いい話なんだが、ちょっと僕はね一個質問で突っ込みたいところがあるんですよ。何？いや、さっき対戦が苦手なファイターってね質問あったじゃないですか。リトルマックなわけがないだろうっていうのは僕はずっと突っ込みたかった。そんなさっきかっこいいこと言った男が何がリトルマックが苦手だと。
なんかね、上 B に上強合わせられるだろうみたいな思ったけどね。いや、あいつ強すぎますよ。いや、強すぎる。でもさ、負けてる実績としてゼロスサムスとかピコリとかあるのに、そう。取る幕いくんだっていう。苦手なキャラです。まあ、個人的に苦手なキャラ。そうだけど、でもリトルには勝ってるでしょ。まあそうね。いや、この前、普通に一月前ぐらいオンラインタミスマ、1700ぐらいのマック負けましたよ。いや、まあ、そういうこともあるだけ。そういうこともあるだけだ。リトルマックはみんなそうなるよ。そう、なりがち。なりがちだよ。それでうわー苦手だってのはあまり思わんかもしれん。まあこういう日もあるなって。文化で思っといてほしいけどね。いや結構ね、僕らねゼタフロスとか一問一答でこの自信があるファイター苦手なファイターっていうのをみんなにするんですけど、割とヤウラさんが初めてかも。あまり競技シーンに見ないキャラクターを2個チョイスっていう。割とそうね。ピコリゼロさんも来るんだろうなって思って。そう。競技シーンで言うんだったらその辺ですね。ああ、その辺になっちゃう。まあただこれ、まあそれはなんかサムスがまあ苦手な部分でもあるしなっていうところで、だから個人的のあれだったらもうマックスですね。キンクルが余裕っすよって言ってマックが苦手ってのはなんかどうなんだろうな。キンクル余裕だったらマックも余裕ってみたいな気がするけどな。そうね。まあこれはちょっと心に留めとく。ああ、この人はマックが苦手なんだなっていう目で今度から見るかもしれんわ。でも次ヤウーラ対マックがあったらそわそわしながらちょっと食い気味に見ちゃうかも。いや結構性能的に噛み合ってないんですよね、マック。あ、そうなの。サムスに対して。なんかダッシュが前傾姿勢だから空中で CS 打っても前傾姿勢で受けられちゃったり。ああ、なるほど。下強先端気味だったら反撃なんもなかったり、AO 溜まったらサムスはジャンプゆったりしてるんで、ジャンプとかで避けても AO で拾われちゃったりとか。ああ、意外ときついんだ。結構めんどくさい。なんか理論的にきつい気がするな。機動力あるから中距離前に保たれたらつかみの届かない。あの辺で結構ステップでカサカサされたらめんどくさい。ああ、なるほど。グラップでちょっかいかけても機動力速いからその間に潜り込まれて、確かに殴り合いに持ちかけられたりとか。なんかきつそうだな。なんかボムで芋ってもなんかたまに来るジョルトで越えられて殴られたりとか。なんかいまいちわかんないですよね。なんかきつそうな気がしてきた。でヤウラさん今なんかリトルマックとオフ大会とかで当たった経験はまだない？あ、タラコトリさんと一回当たりました。一番強いマック。クーロン、コスモスが来てたクーロン。いや、マジでギリチョンでしたよ。マジでギリチョン。ギリチョンでした。はあ。それはヒヤヒヤしたね。なるほど。またね、当たることがあったら、ちょっと俺たちは。いや、ちょっともうやめてほしい。ああ、どうなるんだろうって。やめてほしいよ。でも結構いるからな、マック使いなんて。まあ意外といるね。意外といるから。いや、面白いこと聞けたわ。T は他ある？あ、名前の由来差し支えなければ。本名とかって言っちゃってもいいの？俺一応アコーラくんがサミットで優勝した時に名前出るじゃないですか、本名。その時にアコーラくんと名前一緒で草みたいなツイートしてるんで、別に下の名前俺ハヤトって言います。いや、ハヤトからヤウラで最初全然違うやん。オフ出た時がヤトって名前で活動してたんですよ。ヤト？はい。急にもう本当に四国内でのコミュニティの中での大会とかはヤトって名前で活動してて、でもスマメイト始めたりした時になんか名前で検索できたりするじゃないですか、プレイヤーの。でヤトって名前があんまりにも多くて、まあ2文字は多いね、さすがに。しかもその野党だけじゃなくてなんとか野党も含まれちゃうから。そう確かに。なんかエゴサした時とかもめっちゃ他の人いて、俺なんかちょっと窮屈だなって思ってなんか取って裏って読むじゃないですか一応。あ、そうね。なんかその時兄が買ってきたマガジンの野良神っていう漫画
はい。その時なんかヤトノシンみたいなキャラというか名前が出てくるんですけど、それでなんか通って裏って読むんだって知って、ヤウラになりました。なるほどね。なんかめちゃめちゃかっこいいな、その付け方。なるほどね。いや、今ちょっとすごいしっくりきた。ああ、全然本名関係ねえじゃねえかってなってたけど。いや、なんか実はある。おしゃれだわ、名前が。おしゃれ、由来がオシャンティ。いいね。誇れる名前だな、それ。名前の由来聞いて、それ一番かっこいいかも。そう、かっこいい。なんか今までお任せで出ただの、なんか、ねあんま魂こもって適当にやってるやついるから。意外と適当勢多いから結構ちょっとすっきりした。これは成功だ。もうやっとよりやうらだわ。英語差もしやすい。なるほど。そこなんだ、まず第一は。英語差が我々英語差クソ雑魚勢だから、ちょっと羨ましい。できないからね、俺は。できないから。なんか雇ってこう呼んでくる人はいまだいる？なんか古参勢で俺は前の名前知ってるからなみたいな生きてる人はいますよ、地元勢で。いるんだ。ちょっとその人聞いてたらちょっとへこむぞ。厄介オタクが。俺は知ってるけどなみたいな。おもろいな。はい。でも面白いね。アコーラもヤウラになった可能性があったかもしれない。まあ確かにあるかもしれない。そこまでたどり着いていたら。ヤウラスティーブいたかもしれない。じゃあまあ次僕が聞きたいのはですね、なんかこれ弱2段だけはちょっと勘弁してくれってさっきおっしゃってたじゃないですか。はい。いや、そうなの？直近の話で言うと、前トップの定規部戦トップ8のあったな。あれが確かジャック17回当てた場面あって、1回も繋がらずにつかみかウェビーで全部取られて、こっち 3%、あっち 22% みたいながありましたね。7回か。7回もし弱1、2が当たってたら確かに勝ってたかもな。そうっす。これが一番最初というか最近は。技当ててからなぜか当てた側に読み合いがあるのはまあ不思議だね。弱1引きつかみだったりなんか弱から他の卓あるじゃんより絶対つながってた方が強いですから。まあ確か確定だからね。安心だしね。絶対その方が崖外に出せて絶対有利になるから。今んとこその弱2が通る確率って何%ぐらいの確率で通る？出した時。3割ぐらいかな。3割なの？7通らないの？結構弱1から空 N だったりとか引き CS とかだったり多分そっちの方割合の方が多い。なるほど。あんまり信用ならないの。信用できません。本当に使わんと勝てんなって時ぐらい。あと焦ってる時。なるほど。焦ったらもうなんとかなれって感じで。じゃあヤウラさんが弱2段振ってる時は焦ってる可能性が高い。俺動揺してるなって。で繋がってる時は大体勝てるんですよその試合。なるほど。じゃあもうリトルマック戦で弱2段振ってたらもうこれはとんでもないことに。そうですね、もうとんでもないことになってる可能性が。いや多分多いですね。なるほどね。へえ。まあでもヤウラさんはそれを差し引いてまでもう有り余った火力がもう好きだと。ダークサムスの。そうですね。まあこの前の CEO で流れてきたクリップとかなんかすぐ殺したよね。なんかあんまり丸々1スト差関係ないんだよな、そのヤウラさんの前では。そうすぐヤウラ特有というか、読み合い勝てばまあもうえぐい火力出ますからねこのキャラ。いやでも読み合いを勝つ率が異常かなって。そうなんかサムスってそういうキャラのイメージなくて、ヤウラさんってやって初めてこんなに火力出るんだみたいな。そうね、思うところはある。なんか初期のウルフみたいな感じですよね。感じ方としては。確かにそうかも。読み合い勝てばドバドバ出ますよみたいな。めちゃめちゃ強いじゃん。ウルフの性質をサムスが持ってたらもう最強ではある。めちゃめちゃ強いじゃん。でもそう感じちゃう。基本的に70ぐらいはいくよね、ワンタッチ。わかんないけど俺は。いや70いく、俺は見てた。それは言い過ぎでは。いや俺は CEO の試合全部見てたもん。ヤウラさんの配信で見てたんだけど70いってた。誇張じゃない。言ってた。やってる本人あんまり覚えてない試合中は。自覚なし70。そうもうたまったもんじゃないね。食らってる側はたまったもんじゃないぞ。
まあ割とバナンでもないんだよな、矢浦さんのサムスは。結構ね、チャージショット当て横スマとかさ、結構まあ中パーセントぐらいで当ててもすぐ撃墜みたいなことをするから撃墜タク多いのは結構魅力の一つですね、サムス。でもちゃんと空 N とか空中城当てるくない？うまく。あんまり投げでなんか撃墜してるところそんなに見ない。なんでそれをする前に倒しちゃうからそうっていう印象がある。投げが一番リスク高いですからね、外した時が。まあ確かにそうね。そうだから本当に限られた場面じゃないと。はあ、まあ高火力だわ。他の高火力なファイターは特に別に。まあでも簡単プラスみたいなそれこそカズヤ。まあカズヤはまあどうだろうか。カズヤ。でも簡単だったらね、ガノンドロフとかおすすめですけどね、使っていただきたいけども、どうですか T 対策にガノンドロフは。いかがですか？いやー、でも、そうだな。なんかこれ流されてるわ。ダメだ、この言葉聞いちゃいけない。何言ってんだこいつって今思われてるわ。あんまりもうサムスしか使えないというか、火力出すの。でもなんか他のそれこそなんか前作だったら月光が使いだったんですよ。3DS。そうなの？月光がいいじゃん、月光がスペシャルの。月光がなんか SP 入ってからなんか反転空母もできねえなっていう。そういう DA からの反転空母。いやサムスでやってるやん。まあサムスだったらできてる。そんな。そうなんかあんまり型にはまんないというか。なるほど。反転空母できないからやめた。すごいな。やめました。そこでやめましたね。月光が。まあいろんなキャラ使うよな、本当に。他になんか触ってたキャラとか。他は最初なんかパワーキャラばっかり使ってましたね。リドリー、キンクル、ロボット。マジそこら辺俺に出してほしいけどね。全部おすすめだけど。お前いざなうやんお前。マジ俺ねリドリー苦手だけどね。これこのままでいい。やっぱ意外とやっぱ重量級好きなんだな。そうですね。粘れるキャラ好きです。なるほど。まあサムスも言うて重いからね。まあそうね。セフィロスサブで練習した時とかも弱すぎて。セフィロス弱い。まあ飛ぶからね結構。弱いセフィロス。むずい。サムスじゃバーストしないパーセントでバーストするの嫌だよね。これ死ぬかみたいなの多くてもやめましたね。なるほどね。他 T なんか聞きたい、掘り下げたいことある？もうじゃあ最後にじゃあ好きな食べ物のチーズそこ行くの？掘り下げとくチーズ。チーズ好きだったらこれアメリカで多分過ごせるよ。チーズしかない、乗ってないと言っても過言ではない。そこは。はい、すいませんでした。何でも自分から折れるな。すいませんでした。これで最後は嫌だ。お前、じゃあ待ってよ。いや、キャラ愛の話で最後にいいですか？なんか原作4つやってるみたいな。メトロイド、スーパーメトロイド、ゼロミッション、フュージョン、あとドレッドが。それは最初やったメトロイドはそのサムスを使う前からやってた。そうですね、使う前からやってましたね。なんか 3DS の Wii でいうバーチャルコンソールみたいなあるじゃないですか。で、兄の 3DS になぜかメトロイド入ってて、メトロイドフュージョン兄の DS でやってたんだ。はい。これなんかやって、なんかメトロイドフュージョンって作中でもめっちゃ怖い部類なんですよ。サムスってこれホラーゲームのキャラなんだとか最初そういう印象やったんですけど。なんかあれだよね、兄のやる DS やる前からスマブラで言ったことは知ってたみたいな。スマブラでは知ってて、実際どんなキャラなんだろうみたいな。なるほどね。じゃあホラーゲームじゃねえかと。確かにギャップあるかも。じゃあゼロスーツサムスもリドリーも好きなんだ。まあどちらかといったらそうですね。なるほどね。割とメトロイド愛に溢れててなんかいいな。やっぱキャラ愛ある人好きだから俺。マザーなんか嬉しいわ。矢浦さんが割となんか信念持ってやってね、ピックしてるじゃないけども好きだから使ってんだみたいな感じが出してて。すぐごめんね、俺がね別に原作知らなくて俺。お前はパックマンはね道具としてしか使ってないから。なんだお前その言い方。後ろいるだろ後ろ。可愛いめでてます。パックマンのこと。いいな。そういうことでね、一問一答タイムはこんな感じですね。矢浦さんスマブラのことしか僕ら知らなかったから割と矢浦さんの人となり知る機会があんまりなくて、
なんか良かったっす、すごい。ね、いやすごい。そう、こんな機会を設けていただいて。結構いまだに矢倉さんの感情を我々は引き出せてないというか、この配信終わるまでにそういう盛り上がっている矢倉さんを届けたいなと。何ポップオフさせたいの今ここで。ずっとなんかダウナーだなって思いながら。そんなことはないだろ。いや俺はもうシャーみたいな矢倉さんをないだろここでそんなシャーみたいになることは。まあでも次もしかしたらシャーってなるかもしれないですよ。で俺たちの質問で優勝でシャアですね。まあそうね。あ、優勝したら見れる。優勝でシャアです。まあその優勝みたいな体験をじゃあ次の質問でさせてあげるから。まあ次ですね、結構コアな質問です。さっきのは矢倉さんの人となりを知るための簡単な質問でしたけど、次は結構選手目線というか深い質問の方を、僕のゼータディビジョンのスタッフの人とかが結構考えたり、僕らも聞きたかった質問とかをさせていただきます。じゃあ T からコアな質問よろしくお願いします。ちょっとやばい、俺の用意した質問ちょっと矢倉さんがちょっと悲しむかもしれない。なんだCEO のね、先日 CEO ちょっとお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。リドレス戦で感じたことをちょっとお聞きしたくて。まあ数や使ってるからね。ちょっとね、僕ね、前かがり火でやって僕はちょっと負けてしまったんですけど、リドレス勝っているということで、なんか何が違ったのかなって聞きたいなと思って。そうですね。リドルズはなんか常に封陣ステップなんです、移動が。いや、そう。そうなんで、なんかこっちの近接技が全部吸われちゃう。そう、そこをなんか合わせて、あとなんか積極的に攻めてくるというか、なんかもう前からあんまり考えずに、もうこっちが CS 構えてるのに掴みに来るみたいな。そのダメージ角度で結構突っ込んでくるみたいな。俺なんかちょっとチャイショットにビビっちゃってガードしちゃったりね。結構リスク度外視で攻められて、うわーってなんか混乱しちゃったみたいな感じ。サムス的にはそっちの方が嫌なんだ。まあそうですね。なるほどね。へえ。あとそれで言うと最近僕筋肉キャラに悩まされてますから。そうなんだ。キャプテンファルコンとか。まあそうね。キャプテンファルコンはその別ジャンルというか、まあ足速いから機動力がすごいあるキャラクターだから、レーサーだからね。そのやっぱコンボのうまさとかもやっぱ違った。そうですね。全然結構ベク編とか変えたんですけど、うまいこと対応されて。なるほどね。あの時って拒否捨て何にしやした？俺ちょっと聞きたくて、なんかカロス出てきてくれた。カロス。いや、だからシスキーから DM 来たんですけど、後。シスキー、カロスノーって来たんですけど。カロス出した側だよね。出した側っす。カロスだから強いらしい。カロス強いの知らなくて、なんか直前の村町ボッコボコにされたから、どこ拒否ってたかな、戦場ポケツ、あと1個、なんだったっけな、忘れちゃったんですけど、で、出すステージねえなってなって、カロスでなんか起きねえかなっつって、カロスでなんですけど。起きるのあっち側だよな、やっぱどっちかというと。カズヤは地面が広い方が嬉しいんだよ。でも崖が結構強くなるから、こっちの。まあそうね。そこでなんかうまいことなんないかなって。こっちの方が強くなるよ。でもサムスもぶっちゃけその広い方が割と間合い取れて強い。カロスのサムスも割と強いから、多分その時矢浦さんはあっちの強みよりこっちの強みを取った感じ。確かに横広いとチャージショットがね、確かにあるか。そうだけどあっちの方が強かった。でも俺はね、全然悪いピックとは思わなかった。やっぱ本当に広いステージすごい強いからサムス。でも俺とシスキーはノーってるよ。結果的にはそうかもしれないけどね。結果的には喜んでカロス遊ぶけどな。そう割と CEO はね結構珍しいそのステージリストではあった。だってカロスなんてもう興味あんまりないもん。いやでも海外割とあるよ。そうまだあるところはある。なるほど。やっぱりカズやカロスある方がバンピック的に有利だから、なんか日本世知辛いので。そうだな、ネガになるんですけど、なんかリドルズ戦の1戦目の途中でなんかコントローラーの効きがなんか悪くなっちゃって、よくあるよくある。プロコン？ GC コンです。GC コンで？なんか財布のベクフェンすんのになんか思いっきしスティック当たって倒して、
なんか多分その時かな。その時に、からなんか反応悪くなっちゃって。だからそれ以降の試合、なんかそれ以降の試合、なんか、ヤウラオタクならわかると思うんですけど、なんか弱ミサめっちゃ出したりとか、なんかいつものコンボの締めじゃなかったり。あ、結構置きに行っちゃったんだ。そう。ちょっと不安だから、コントローラーに。なんか簡単な操作で勝てるような立ち回りに変えちゃったんで、なるほど。そこも良くなかった。なんか一応替えのコントローラー持ってきてたんですけど、なんかでもああいう風潮あるじゃないですか。試合止めたらどうのこうの。いやそんなことは変えるぐらいならすぐだろ。海外は逆にそこで言わないと。まあ確かに不問になる。そう行った方がいい絶対。そう行った方がいいです。だからちょっと変えさせてっつってもうそんな10秒とかで終わるでしょ。全然できるしかもそんなこと。まあそこは経験浅かったかな。いやまあなんかちょっとむずがゆいなコントローラーなんかあんま調子悪くて負けちゃったみたいな。すいませんうちの風の財布がちょっとまあ壊す側だからね。いやしゃあないっす。でも多分ビオネッタの蓄積があると思う。多分ビオネッタの方が壊してると思うからちょっと、そっちだわ。それは慈しまでモッツァンとめっちゃフリーしたな。そっちかな。やってたもん。それで直近やってた。まあね、次はでも万全な状態で、もうステージもね、カロスって次、フォブコンが来る予定なんで。フォブコン。それは楽しみだ。安心だ。そう、ノーカロス、ノーぶっ壊れコントローラーということで、次は万全に勝てる。オッケーオッケー。そう、フォブコンによって結構取り入れたい立ち回りもあるんで。なるほどね。ニューヤウラが誕生ということで。いや、なんか、よかった。当時の状況を知れて、リドルス戦の。ちょっと、歯がゆいね。歯がゆいね、それは。なるほどな。仕方ないっす。仕方ないけど。次。じゃあ、僕の質問いいですか。ズバリ東京上京の予定は。上京の予定はないそれは地元が好きだから。今大学3年で休学中なんですけど、大学がってことか。そうです。なるほど。大学今現状はないので、まあ卒業したらワンチャンぐらい。卒業したら、いやそれ来年休学してね、東京にまだ行けるでしょ。休学してもう一回帰るのきついだろ。それだったら卒業してからでしょ。そっちが終わらせてからな感じですかね、するとしても。でも今大学3年生ならなんかすぐではあるね。そうですね。そうパパッと卒業してもう東京これじゃあ約束してほしい。やっぱ東京遠いでしょ、毎回行くの。遠いっすね。まあ今一人暮らししてるんだったらあんまりやること変わんないし。八浦さん今一人暮らし？いや実家暮らしです。今実家。いやじゃあ行こう。めちゃめちゃ一人暮らしの背景だと思った。そう。そんなことはない。名探偵 T 外した。いやマジで毎回東京のいろんな大会、やっぱかがり火だけじゃないいろんな大会があるからさ、それに参加するためにもやっぱ東京に住んでいろんなとこにいろんな大会出てほしいって俺はすごい思ってるから、どうかさっさと来てください。関東対策積まれちゃうからな。いやそんな消極的な理由で来てくれないのは困る。そんな理由で来ないの？今はその学校があるからちょっとここにいざるを得ないっていう理由なだけでそこにいる？まあそんな感じですね。じゃあやっぱ卒業したらもうほんと縛るものがなくなるんだ。ですね。なんかまあ今ねヤウラさんが所属してるチームは割と地域を応援してるみたいな、まあそういうコンセプトもあるとは思うんですけど、別に東京に行っても大丈夫？問題はない。はい。それならばぜひぜひ待ってます。まあ東京じゃなくてもまあ別にその大阪とかでも何でもいいんですけど。まあ都会、一応田舎暮らしなんで都会にはちょっと憧れは一応あるからまあ来たいですけどね。なるほど。最近そうだよ。まあ彼もね来たばっかりなんで、じゃあもう状況の意欲もあると。意欲はあります。やった。じゃあうまい飯教えるから、うまい飯屋を。やった。ガクトがおごるから。俺がおごるからもう楽しみにしといて。まあということでじゃああと 1,2 年じゃあ待っとくわ。そうこれが聞けただけでもよかった。まあそんな感じで、まあ僕はねちょっと上京するかどうかすごい聞きたかったんで、ちょっとこのめちゃめちゃズケズケと言うなと思って。
まあオッケー編集者の方からですね、やっぱぜひ矢浦さんにはこの質問をしたいみたいな編集者からの質問も来てます。じゃあまず1個目、すごいな。対和也は五分なのかっていうめちゃめちゃ俺の編集者っぽいな。まあそうですね、編集者の方から質問来てます。対和也オンリー。対和也って。まあ五分かな。五分なんだ。五分だと思いますけども。でもそのカッコがあって、なんかステージが終点や小戦場滅ばすそれぞれにおいての相性知りたいらしい。まあ終点は絶対出さない。まあさすがにね。出さないか。小戦場五分かな。5分。補欠どうですか？まあこっちからしたら結構広いステージ出したいから、ポケ2とか村町とかは出したいかな。あとまあサムスが強いから戦場を出したい。そうね。まあでも戦場は出さない。まあお互い出しはしないと思う、終点戦場は。はい。でただ、狭いステージは狭いステージで崖の展開が多くなるって考えたら、そうね、そこで割とありっちゃありなんですよね、狭くても。はあ。まあリドレスも崖ではめられてたからね。まあ確かにすごいことになってた。すごいことになってたからリドレス無理なんだと思って。なるほど。まあでも総合5分みたいな。5分それで踏まえて。5分かな。なるほどね。でもかのリドレスは有利っておっしゃってましたが。そうなの？そう。あれ僕5分って聞きましたよ、リドレスから。変わってる。かがり火10の時フリーして、その時5分って言ってましたよ。かがり火10の時有利って言ってたけど、あれいやなんかどっちにも気持ちいい反応をなんか引き出そうとしたんじゃない？あいつがいいやつなだけ？誰も傷つけないために。めちゃめちゃ俺リドレスが有利だったらって希望を持ってたけど、ゴムだと思ってたの？まあね、まあ CEO の時もフルセットだったから、まあ言うて5分なのかなとは思う。俺目線からすると。でも俺目線からすると有利って言ってたから、まあ勝つかって。そう。和也夢がありますから。まあ夢はいっぱいレイジドライブということで。なるほど。まあ八重さんからしたら5分という情報が聞きましたね。まあでもいいキャラクターだな、和也に5分っていうのは割と DLC に戦える。結構即死キャラは割と抗える。まあ拒否できる。あんまり触らせない立ち回りみたいなのは結構できる。なるほどね。最後にちょっと聞いていい？はい。パックマンサムス俺マジで無理だと思ってんだけど、どう思う？でも割とパックマン苦手っすよ。あんまりオンラインでも勝ってない。ベジさんとかあんまり勝ってない。この前3立てされなかったっけ？あれ2立てっす確か。2立て一緒あんまり変わらん。どうしよう。パックマンなんか一応上から帰ってこれるじゃないですか、パックマン。そうね、崖の展開スキップできるのか。そう崖の展開と結構ガン待ちで消火栓に CS の OP 貯められたりとか。なるほどね。いや消火栓は OP 貯まりません。あれおいどっちもなんかたまらないし、たまらないし、つらい。嘘教えられたな。つらいし、なんかね、消火栓を越えて掴んでくるし、きついんだけど。じゃあ、八浦さんは T にどっちを出されたら、うわ、だるって思う？そりゃ、和也。和也。和也の方が生きてたもん。なるほど。じゃあパックマンはまあサムスまあ戦えるということでね。でも2立てされましたけど。それはまあおのおの頑張れ。2人とも頑張れ。ベジさんに DM 送っとくわ。なるほどね。そうなんだ。意外だな。矢村さん苦手だったんだ、パックマン。あんまり対戦する機会がない。思ってた。まあ対和也のじゃあ相性はじゃあ結局5分ということで、じゃあ。はい。で次、これはちょっと僕も聞きたい質問ですね。かがり火10の時ですね。スパーゴに 3O を決めたという時ですね。確かにこれ聞かなきゃね。日本のクラウド使いたちとどう違ったかみたいなのを聞きたいですね。そうっすね。反応速度はマジで異次元でしたね。なんかちょっと飛んだらもう上回るみたいな。わかるわ。結構飛びにねリスクがすげえあるからな。スパーゴの上スマ異常なのよね。攻めのセンスがすごい。なんかもう一回展開取られたらあれもう死んでるみたいな。展開時うまいよね。
うまいね。なんで本当にさばくの苦労しましたね。でも 3-0 でしょ。まあまあ結構矢浦さんはいろんな日本のクラウド使いと対戦してる？直前3日前か2日前に雲行さんのクラウドと雲行クラウド2時間ぐらいフリーはしました。なるほど。結構メイトでもなんかあんまりクラウド半年ぐらい多分負けた記憶はない。得意。そう、そもそも自信はありましたね、対クラウドに関しては。そうなんだ。割となんかクラウドって結構足が速い機動力がね強いファイターだから割とそのサムス詰められちゃう印象があるんですけど、そんなことはなく。まあ結構周りが結構噛み合ってるというか、ちょうどクラウドの剣が届かない位置でこっちは掴み届いてみたいな感じの間合いなんで、でも割とあっちフレームなんか食う前からのその場回避だったりとか、そのタイミングで掴みしてその場回避合わせられたりとかされたらめんどいですけど、それ込みで読み合い勝っていけばまあ別にそんなきつくもないというか。逆にそのスパーゴ側のサムス対策的なのどうだった？別にそこまでめっちゃうめえとは思いませんでした。まあでもまあ下手でもない結構、やることはまあやってんなみたいな。そうですね。そんなにめちゃめちゃ下手ってわけでもやっぱないよね。まあでも普通のサムス対策じゃヤウラさんには勝てない。ヤウラは普通のサムスじゃないっていうね。まあでも結構そのスパーゴ側がこのサイズがボロボロなんかなと思ったけど、そうでもないのに勝っちゃうんだ。まあ日本ジャパニーズスパーゴいっぱいいますからね。いやそれで済んだんだ。違うよ、それ彼らスパーゴじゃないかもしれんって僕改めてましたよ。違ったらしいよ結局。まあでも雲行さんとの対戦が結構糧になって、ね、雲行さんがタイプとしてはかなり似てるので。そうなんだ。そりゃスパーゴにとっては結構不運だったな。なんかいい練習になりました。なるほどね。いいことを聞けましたね。いやこれマジ聞きたかったわ、スパーゴの話。じゃあ次行きましょう。サムスとダムスについての使い分けってどうしてますかっていう質問もあります。俺が分かんないやつ。話せば長くなる。まあ語っちゃっていいっすよ。いいっすよ別に。一番ここで決めてるってのはジャンプのバックジャンプの姿勢と、DA 打った時にその後好きになんか反転空壕が当たるか当たらないかとか。そういうの違うの？結構違うの？違いますね。だからスティーブの空剣ガードに対して打った時に届かなかったりとか、サムスだったら前傾姿勢で当たらないけどダムスはデブいから当たるみたいな。なるほど。ダムスデブいんだ。違うんだ。ダムスはなんかのっそりいくんですよ。サムスはもうシュッとした状態でそのまま通過するみたいな。確かに感じで。でバックジャンプもサムスは丸まるんですよ。なんか縮こまるというか。なんかやってるね。そうそれがなんかロボのビームだったりとか村人のパチンコだったりとか、なんか細い飛び道具系にあんまり当たらない。そうなんだ。ダムスはなんか手広げてるんですよ、バックジャンプ。確かに。なんかモモンガみたいな感じになってるね。そうそんな違いがあるんだ。まあ微妙な違いではあれが重要だ。あとは属性とか、みんながよく知ってる属性、風前の属性。だから主にはそこかな。回避モーションが違うと思った。あとはなんかジャンプ上がりがダムスの方が姿勢が優秀とかあるんですけど、言うてジャンプ取っても着地が弱いからみたいな感じだからそこまで差分化しないかな。主なのは2つそこっすね。DA とジャンプ。結構言われてるチャージショットの崖捕まり的なあれはない？あれはそもそも最大チャージショット打つ場面っていうのがそんななくて、あっても当たるキャラっていうのがファルコとかシズエとかなんか CS に対して結構対抗策持ってるキャラばっかりなんですよ。確かにとんでもないことになるね、それは。反射とか。なんでそこに関してはポケトレぐらいかな。なるほど。その性能で噛み合うっていうのは。そこで選んでると思ってた俺ずっと崖捕まりの。なるほどね。いやあんまりないっすね。捕まり姿勢に対して CS 打つっていうのは。上がったら上がった時に当てる感じなんで。なるほど。騙されてた俺、コメント欄に、大会のコメ欄に。このキャラはこれが当たるからダムス。コメ欄にサムス博士全然いないですから。あんまり知らんこんな情報。知らんかった。いや俺はね、その矢浦さんって
ダークサムス使いの印象がすごいあったんだけど、なんか最近ずっとサムス使ってない？いや、そんなことないです。キャラによって分けたりとか。俺なんかサムスしか見てない気がするんだよな。あ、そうだ。他だったら、ウェビーあるじゃないですか。はウェビーの着地姿勢が、ダムスちょっと浮いてるんですよ。で、サムスはなんか手と足一緒につくみたいな。ダムスちょっと浮いてるから、なんか台上に乗った時になんかピチデの上スマが当たらないみたいな。あ、そういうのも一応。なるほど。そんな大事なこと言っちゃっていいんですか？すげえ大事だ。いや、まあ全然空上とかになる。そこが空上とか空上になるだけだから別に。フォックスの下スマ避けたりする？下スマスかそうね、どうだろう。サムス当ててるからそこはわかんない。サムス当ててるらしい。まあ基本は近接しないといけないキャラはサムスで、だから別に近接したくねえなってキャラはダムスっすね。基本的に。なるほどね。まあ、わかりやすい言い方で言うと。なるほどね。そういう使い分けがあるのか。まあ、総合的に矢浦さんはサムス B 機サムスの方が強いと思ってる。まあ、そりゃサムスの方が強いですね。まあ、確かに、まあそうだよな。こんなことを言われてしまったら。そうか。そんなに違うんだ、ね。DA がマジで全然違いますね。まあ確かに。いやー、なんかこれは結構重要だぞ。サムス使いこんなこと教えてくれなかった。教えてくれなかった。大会のコメ欄しか教えてくれなかった。博士がいない。なるほど。なるほどね。へえ、面白いこと聞きました。ありがとうございます。これは勉強になりました。勉強になります。まあそんな感じで、まあ編集者からの、聞きたかった質問は、まあこれで以上なんですけれども、なんかそっちから逆質問みたいなのあります？僕らに聞きたいこと。僕らゼータに聞きたいこと。ゼータに聞きたいこと。ゼータにでかくなっちゃう。ガクトさんなんて事務所にいますからね、スタッフの方の意見が。まあ今います。あ、そうだ。またなんかブートキャンプあったじゃないですか。あれやってほしいです。あれもうやります。海外勢とか来た時にね、またああいうの開いて。なんか次こそは行きたいっすね。次こそはぜひ来てほしい。まあでもそのためには東京住まなきゃな。そのためには東京の方が近いからな。そうね、やっぱリストを書いてって東京に住んでいる人の方が声かけやすい。東京来てほしいな。そういう基準なんだ。いやそんなことはない。全然そんなことはないんだけど。そんなことはないんだけど。東京来てくれたらもうパパッと。じゃあ30分電車で行けばすぐやんってなるから。まあ次ブートキャンプ開いてる時にはもう矢浦さんがここに住んでる時ぜひ待ってます。まあやるんで今度っつうかまだ決まってはないけど、海外勢とか来た時こういうのまたやりたいなって思うんで、そこはぜひ強化合宿しよう。海外勢もね、矢浦さんとやりたいだろうし、多分めっちゃやりたいと思う。海外勢の人たちウィンウィンだと思う。ダバズ以外で。ダバズ以外いやダバズは経験。ダバズはコーチつけてフリー申し込んでくるよ。対策の対策積まれちゃうやん。まあね、まあ矢浦さんはね、まあいろんなキャラ使ってるから、次ダバズと戦う時はもう別キャラでも全然ねあるから。クラウドとか。クラウド弱いっす。いやそんなまだわかんない。でも確かに世界最強のクラウド倒してる人が言ってるからちょっと信憑性あるかも。クラウド弱いっす。そういうこと？信憑性のあるクラウド弱いかもしれん。なるほどね。いや本当まあありがとうございました。本当になんか来ていただいてこんな。いやこちらこそ番組にこんなでそろそろお開きということで。まあそんなこんなでもう本当に結構話してしまった。ということでまあエンディング迎えましょうか。本日ゲスト来ていただきました矢浦さんです。本当ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした矢浦さんここ出て？いや楽しかったです。マジで？なんか戦でもなんか同じようなラジオあるんですけど、スト5部門の方しかまあいないので、こういった同じスマブラしてる方々と話せてとても楽しかったです。そっか、その戦あれか矢浦さんしかまだいないのか。そう基本的になんか僕のプレイを解説するみたいな感じなのが多いので。なるほど。いや俺らもねやっぱり矢浦さんとまあそんな腹割って話すことがそんなになかったから、もうこれでねすごい仲良くなった。俺にとってちょうどいい、そう企画だったよ。そうまあやっぱ今度からもう積極的に話しかけに行ける取っかかりができたのでおいっつって
そうおいで後ろから肩パンとかですかね。そんな昔のヤンキーなことはしないが俺しようと思ってたんだよ。すんのかよ。はいっつって。ぜひなんか関東とかでも飲みに行きましょう。もう全然宿とかなかったらもう止めるから。もう全然止めるから。マジっすか。俺んちの方に来てほしいから。もう俺んちにも来てくれよ。俺んちでしょ。なんでだよ、お前。気持ち広いんだから。そう。いやまあ本当改めてCEO お疲れ様でした。ありがとうございます。スケジュール忙しい中手でもらってマジでありがとう。そうですね、本当忙しい中、結構時差ボケとかも多分ひどいと思う中、本当来てくださって本当ありがとうございます。若くて助かりましたわ。若さでカバーします。あと3年後だな、ガタが来るのは。俺24になってもう飛行機大嫌いになったからな。まあこれから海外も控えてくる中ね、まあ多分いっぱい飛行機乗ることあると思うぞ。そうね。多分結構一緒の大会とか多分出ることにもなると思うんで、その時はまた改めてよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということでですね、今回のゲスト戦のYauraさんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは学生の部屋、これにてお開きになります。皆様ご視聴いただいてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。バイバイ。さよなら。いやどうでした？いやヤウラすごいいい人だった。いやマジで初めてヤウラさんと話したんだけど、マジで初めてすごい好青年だったね。いやなんか結構まあそのね同じその同郷のアシモとは割と話したことあるんだけど、なんか結構正反対かなっていう割となんか冷静というか、ただアシモはねちょっとまあ濁さず言うとまあちょっとこっち側というか、こっち側ってなんだまあでもヤウラさんのなんか冷静な中熱い思いをこう内に秘めてるみたいなの結構今日垣間見えてそうだねよかったわ。いやーなんかねまた次会う大会どこだろうな。まあ大型大会行けばいるっしょ。まあいるかな。先週の前スマはねその CEO がねあったんで会えなかったわけですけど、まあ次の前スマとか、次のかがり火とか、まあ多分絶対ねヤウラさん参加すると思うんで、なんかそこでまた腹割って話すか。飯とか行きたいね。そうね。いやーなんかどうだった？いやーなんか個人的にカズヤサムスのことをめちゃめちゃ喋ってくれて参考になったというか。そうね、あんまりサムスのことでさ話す人がいないんよな。サムスのこと何も知らなくて困ってたんだけど、結構発売4年目ぐらいにしてサムスのこと何も分かんねえし、ヤウラさんは台頭してきてるし、これはさっさとなんか対策積まなきゃいけんなって思ってたところいっぱい話してくれたから、いっぱいなんかそれこそサムスとダムスの使い分け方めちゃめちゃあるやんって。そうなんかすごい勉強になったわ今日は。勉強にもなったし、ヤウラさんの人となりをめちゃめちゃ知れたね。キャラ愛があったり。いやーなかなかいい機会でした。いいガクトの部屋でしたね今回も。まあ次が、おめえの番ですね。次のティータイムはまあまだ未定。未定ですね。そうね。まあでも時期にやると思います。そしてですね、スタッフの方からそろそろ5月ですね、リキッド組と撮影した動画がアップロードされるよということで、まあ7月のあれなんか進捗あった？まあ進捗7月の頭ぐらいにできるっていうことで、7月の頭俺はあれマジ楽しみにしてるんだよね。そうそれもアップロードされたらぜひハングリーボックス、リドルス、ダバズ、あとラストとね、撮ったからティーガカーコーラで楽しみにしてもらえると。今スタッフの人から今来ました。中旬って頭じゃない頭じゃない。まだ時間かからまだもうちょっと2週間待って。もうちょっとお待ちください。あと2週間待ってもうちょっと今すごい申し訳なさそうな顔で母さん中旬ですもうちょっといやまあね、その編集者の方もその完璧なクオリティのね、コラボ動画を編集してくださってるのでね、それは完璧な動画を見ましょうということで。待ってください。ということでですね、今回のヤウラさんの回ガクトの部屋ハッシュタグゼータブロでツイートなどをしてくださったら感想などなどお願いいたします。僕らのスタッフの方が拝見して喜びますので、参考とか僕も見てます。そうさせていただきますので、ぜひ感想などをツイッターにポストしといてください。ということで、本日のゼータブロストーク、ガクトの部屋、ありがとうございました。ご視聴。はい、またいつか出会う日があればお会いしましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。またお会いしましょう。さようなら。